皆さんはロードバイクのパーツをアップグレードする上で一番満足度を得られるパーツって何だと思いますか？僕だったら迷わずカーボンディープリムホイールと答えます。僕はカーボンホイールを購入してから2年ほど使ってきましたが、結果めちゃくちゃ買ってよかったなと思ったので、本日はカーボンホイールが絶対買いであると思った理由とデメリットについて紹介していきたいと思います。ロードバイクはコスパ命。どうもこんにちは、コスパチャンネルです。ではまずカーボンディープリムホイールを購入するメリットについてご紹介します。メリットは全部で3つあります。まずその1、楽に加速ができること。その2、高速巡航が楽になること。その3、見た目がかっこいいことです。順番に詳細を説明していきます。ではまずその1として、加速が楽になるということです。カーボンホイールはその名の通りカーボン素材を使っているので、アルミホイールと比べると非常に軽いです。なのでリムの重量を軽くすることができるんですね。例えばカンパニョーロのエントリーグレードのホイールにシロッコというモデルがあります。こちらはリムがアルミ素材を使われています。重量は前後セットで 1775g となります。カーボンホイールといえば誰もが一度は考えるのがこちらのカンパニョーロのボーラ1というモデルではないでしょうか。今回はこちらのモデルを一旦カーボンホイールの基準として比較していきたいと思います。ボーラ1は当然ですがリムがカーボン素材となります。重量は前後で 1485g となります。先ほどのシロッコと比べて 290g 軽くなっています。単純に軽くなった分、軽い力で加速できるっていうのはイメージがつくかと思います。ホイールとかね、回転物って回そうとした時に元の位置にとどまろうとする力、つまり慣性が働きます。中学校の時に理科で習ったやつですね。加速したい時にホイール自身の慣性モーメントが加速する時に抵抗になってくるんですね。重たいホイールほど分回すのにはいっぱいエネルギーがいるということになります。慣性モーメントは計算式で表すとこのようになります。慣性モーメントイコールホイールの重量×半径の2乗となります。この慣性モーメントの値が小さければ小さいほどホイールを回すために必要なエネルギーが少なくて済むということになります。なので先ほどシロッコとボーラ1で重量が 290g 軽くなったと言いましたが、このホイールの重量を減らした分慣性モーメントを小さくすることができるので、同じ加速をしたい時には少ないトルクで走ることができるんです。トルクが小さいということは楽に加速することができるということになります。これはね、数値で言われてもどんだけ楽なのか結局のところは乗ってみないとなかなか伝わりにくいことはあるかと思います。ですが初心者の人でも 290g とか軽くなるんだったら誰でも気づくレベルでいつもより楽に加速できることを実感できると思います。楽に加速できるということは言い換えると同じ力で踏めばもっと速く走れるということにもなります。はい、続いてメリットその2は高速巡航が楽になることです。これはカーボンというよりもリムハイトがディープリムであることによって空気抵抗を下げることができるからです。このリムの内周部分がディープになればディープになるほどどんどん内側に寄っていきます。するとどうなるかっていうとスポークが短くなっていくんですね。ホイールの空気抵抗ってどこで抵抗になっていると思いますか？答えとしては意外なことにスポーク周りが空気抵抗になっています。スポークって細い割には入ってきた空気をかき乱してくるので結構な空気抵抗を生んじゃってるんですね。そこでスポークの空気抵抗を減らすためにスポークを短くすることができるのでスポーク部分の空気抵抗を減らすことができるんです。30キロ以上の高速巡航は風との勝負です。空気抵抗の計算式はこのようになります。2分の 1×CD× 空気密度×前方投影面積×速度の2乗、つまり速度の2乗で空気抵抗は増えていくんですね。でも速度は出したいので下げれません。では空気抵抗を下げるにはどうすればいいか。結論、空気抵抗係数 CD 値を下げるんです。空気を乱しているスポークの CD 値を下げましょう。これによって高速巡航するときに同じ30キロでも空気抵抗が減るのでより少ない力で高速巡航することができるようになるんです。ディープリムっていうと一般的には 50mm からがディープリムと呼ばれています。サイズはいろいろあるんですけども 50mm の他にも 55mm とか 60mm、80mm なんていうモデルなんかもあります。リムハイトは高ければ高いほど空気抵抗はどんどん減っていきます。逆にその反面重量はどんどん重くなっていくので注意が必要です。もしね、走り方がほとんど平坦路を走るような走り方であればリムハイトを 60mm 以上選ぶのがいいかと思います。でももしヒルクライムもするし平坦も高速巡航するし1本でいろんなとこ走りたいなって人は 50mm とか 40mm とかを選んでみてもいいかと思います。ちなみに僕が今使っているマビックのコスミックプロカーボンは 40mm のセミディープリムホイールを使っています。
40mm を選んだ理由としては、もちろん平坦で空気抵抗を減らせるんだけど、僕はヒルクライムが大嫌いと言いつつちょくちょく登りに行ったりもするんで 40mm を選びました。はい、続いてメリット3つ目は見た目がかっこいいということですね。個人的にはアルミからカーボンディープリムホイールに変えた時にこれが一番嬉しいポイントだと思います。見てください。やっぱりローハイトのアルミリムからカーボンホイールに変えると一気にいかつくなりますよね。しかもですね、見た目もこんな感じで真っ黒になるんですよね。僕みたいにリムブレーキモデルに乗っている人だとアルミホイールはブレーキシューとリムが当たる部分は削り出しの銀色だったりしますよね。ところがカーボンホイールになるとここも黒くなるんですね。すると見た目が明らかに真っ黒で印象が変わります。そしてリムハイトも高ければ高いほどどんどんそのいかつさは増していきます。やっぱり見た目がかっこよくなるとすごく所有欲を満たしてくれますし、ライドに行った時なんかに自然と写真を撮りたくなったり、ロードバイク仲間から何そのホイールめっちゃかっこいいじゃんって言われたりしますよね。いや、これってね、案外すごく大事なことだと個人的には思ってて、ホイール変えて見た目も変わって気分が上がると今まで以上にもっと走りたいなと思ったり、もっともっとロードバイクに興味が出てきていろんなことに関心を持つようになるんですよね。少なくとも僕はそうでした。ホイールは安い買い物ではないので慎重に行きたくなるし、買う前はなかなか見た目とかイメージつきにくいってとこもあるかと思います。ですが、いざ自分のロードバイクにディープリムを装着してみるとめちゃめちゃ嬉しいですよ。お金は結構かかるんですけども、結果満足度はすごく高かったので、僕はディープリムホイールを買って1ミリも後悔はないですね。はい、以上がカーボンディープリムホイールに変えることで得られるメリットの紹介でした。では次にデメリットについても紹介していきたいと思います。デメリットその1、それはシンプルに高いことですね。先ほどちょっと言いましたが、カーボンディープリムホイールは結構お金がかかります。代表例としてカンパニョーロのボーラ1の場合は前後セットで定価が約31万円、海外通販を使っても18万円とかしてきますね。ボーラ1はみんな憧れのホイールで、いつかはボーラ1と言われるぐらいハイエンドなモデルではあります。もちろんピンキリでもっと高いホイールだと100万円を超えてくるものもありますし、逆に中華カーボンホイールなんかだと10万円を下回るようなモデルもあります。ただ先ほども言った通り、確かに高いんだけど高いなりの満足度はあります。個人的には頑張ってお金を貯めて自分が納得のいくモデルを買えば全然後悔はない買い物だと思いますね。じゃあね、どんなホイールを買ったらいいかっていうのは次の動画でボーラ1よりももっとコスパのいいカーボンディープリムホイールを紹介したいと思いますので、ぜひとも次回楽しみにしててください。ちなみにこのチャンネルではロードバイクに関するコスパのいい商品の紹介やロードバイクのパーツを安く買う方法、新体験を感じられるパーツの紹介をしています。もし気になる方は他の動画も参考にしてみてください。そしてたまに私のチャンネルではコミュニティ欄でタイムセール情報なんかを発信していたりします。チャンネル登録いただけると通知されたりするので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。では続いて2つ目のデメリットの紹介です。デメリット2つ目は落車した時のダメージがでかいことです。価格が高いので、もし万が一落車した時にホイールが割れてしまったとなると、体だけでなくて金銭的にもダメージを負ってしまいます。20万円のホイールがダメになってしまったらショックは大きいですよね。ただデメリットと言っておきながらなんですが、僕は落車のリスクを気にしすぎるのはもったいないと思います。もちろん破損したらショックには違いないです。なんですけど、その時はその時、破損のリスクを気にしてばっかりで楽しめなかったり、ましてや乗らなくなるとか余計なことを考えるぐらいだったら、そのエネルギーをもっと安全に走る方法について考えた方がいいと思います。例えば目線をなるべく先に持っていって先を見据えた運転を心がけたり、砂利道や落ち葉に気をつける、そもそも車通りの少ないルートをあらかじめ考えておくとか、ゆっくり走る練習や曲がる練習をして基礎的なバイクコントロールを身につけるとか、事故のリスクを下げるための工夫ってね、いっぱいあるんですよ。そういうことにね、頭使った方がいいと思うんですよね。でもそんだけ気をつけてるのに落車しちゃうこともあります。でもそれはもうその時はその時とある程度割り切ってロードバイクを楽しんだ方がいいと思うんですよね。それに落車とか言い出したら、そもそもこれはホイールのデメリットに限った話じゃなくて、落車したらホイール以外にもフレームとかハンドル、コンポなども破損する可能性は十分ありえますよね。それでもやっぱり落車で壊れるのが気になってしょうがないなって思っちゃった人は、そもそも自分に合った趣味って何なんだろうともう一度見つめてみてもいいかもしれませんね。はい、続いてデメリットその3です。デメリットその3は制動力が落ちることです。
これはリムブレーキの人限定のデメリットです。ディスクブレーキの人はデメリットではないので気にしなくていいです。リムブレーキモデルの場合、ブレーキシューを押し当てる面がカーボンになっているので、制動力が明らかにアルミよりも落ちます。これはカーボンとアルミの摩擦係数の違いからこういう影響が出るんです。ブレーキの制動力の計算式ってブレーキシューの押し付け力×摩擦係数×ホイール軸中心からブレーキシューまでの距離となります。押し付け力とブレーキシューの距離は同じですが、摩擦係数がカーボンになるとアルミの大体半分ぐらいになっちゃうので制動力が落ちるんですね。ブレーキシューももちろんカーボンホイール専用のものに変更して制動力を上げようとはするものの、それでもやっぱり制動力はアルミと比べて落ちます。僕も初めてカーボンホイールを導入した時には全然止まらなくてびっくりしました。特に僕は今のキャニオンを新車で購入して初めてのライドが土砂降りのビワイチで、その時カーボンホイール初めてだったんですけど、本当に止まらなくてびっくりしました。特にね、雨の日のダウンヒルはもう本当に結構恐怖ですよ。ただぶっちゃけた話、すぐ慣れます。ブレーキ力ってこんなもんなんだっていう感覚って走ってると自然に身についてくるので、それに合わせてブレーキをかけるタイミングもちょっと速くするとか自然と走り方が変わってきますね。僕の持論なんですが、アルミホイールの場合はブレーキはタイヤを止めるものっていう感覚だったんですけど、カーボンホイールに変えてからはブレーキは減速するためのものっていう感覚に変わりましたね。急にガツンって止まるっていうよりは徐々に減速して止まるっていう感覚です。走り方も先を見て走るように自然と変わりました。なので車が飛び出してくるかもしれないから早めにブレーキレバーに手をかけるとか、もちろんね、緊急停止するときはほんとたまにあるので、そういうときはがっつりブレーキレバーを握って止まります。ただ一点ね、これだけはアルミに勝てないなと思ったのが、もともとヒルクライムよりも嫌いだったダウンヒルがより嫌いになっちゃったんですよね。やっぱりヒルクライムするときはレーゼロみたいな軽量なアルミホイールの方が上りも下りも楽しめると思いました。はい、以上がデメリットになります。カーボンディープリムホイールはデメリットはあるものの、それ以上にメリットはめちゃくちゃ大きいし、何よりお金をかけたなりの満足度の高さから、僕はカーボンディープリムホイールは買いだと思いました。本日の動画が少しでも参考になれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。